漫画なんて駄菓子であるとか単純な娯楽であるべきだとか面白ければいいとかありますけど、それでも、読んでやっぱ足しになった方が嬉しいっていう思いはあります。自分にとってプラスになるっていう、知識はどうでもいいですけど、知恵の方ですね。ものの考え方についてこういうのもあるよとか、っていうのは伝えたいなっていうのはありますね。漫画の出会いそのものは小学校1年ぐらいにコロコロコミック買ってもらったぐらいですかね。でも全然すごいピンときてるわけじゃなくて、最初にすごいうわーっと思ったのが4年生ぐらいにやった荒木先生の「真少年 BT」ですね。それですごいかっこいいなと思って、でそっから漫画家になるってなったのは18で上京して、まだその時点でもぼんやりで、20歳になって子供できちゃった時に仕事しなきゃって言って書いたのが漫画でした。アシスタントはその20歳の時にちょうどたまたま見てたファミコン通信の募集でさくら玉吉先生がアシスタントを募集されてたんで、そこで試しに送ってみたら採用されてしまって、はい、そこでだいぶ方向性がまた大きく曲がったっていうか、相当正統派なとこから外れたっていうか22だか3だかに、ジャンプの方に手塚賞を受賞した流れで上月先生のところ紹介してもらって、でお仕事場が当時住んでたアパートから1分の距離だったんでびっくりして、で当時みんな週 4,5 日仕事あったんですけど、でもみんな泊まり込みだったんで、みんなに合わせて一緒に泊まって家まで1分なんですけど、ちゃんと一緒に寝泊まりして、周りがねちょうど入った時点でワンピースの小田栄一郎と、あともう亡くなっちゃったんですけど新鍵っていう鬼が来たりてっていう連載してた彼と、あと伊藤さん、伊藤美紀夫、ジャンプで何回か連載持ってた。で当時そういうメンツだったんで、みんなやる気あって、だから結構仕事ない時とかは漫画のことを熱く語ったり、仕事上がった後はキャラクター書き合ったり、っていう感じでしたね。
最初の最初は他の人がやってないことっていうのが基準ですね。ジャンプ漫画っていうのが、ずっと好きでしたので、そこで題材に選んだのが仏像だったっていうことですね。で、シャーマンに移ったのは、そうだな、なんだろうな。そういう流れもあったっていうのもあるんですけど。なんでしょうね。最初の思いつきは何だったの？ひらめき。やっぱ身近なところでしか書けないので、大体は自分の分身みたいな感じになってますね、メインキャラクターっていうのは。で、あとはやっぱ、よそと違うものを作るっていうのも大事にしてて。で、そこが合わさってできたのが洋館で。そうだな。一応、あとは少年漫画だからとか、ジャンプだからとかっていうような理由で、ちょっとステレオタイプですけど、その辺がレンドホロホロが、一応、大軸にある主人公とは違う。メインの、本当はジャンプらしさってこうでしょみたいなところである。一応軸を置きつつ、ちょっと変わったことをするのが主人公っていうような作り方ですね。最初は広いところっていうのはプロダクション化したかったので、いろんな、若い人を入れて代わりに書いてもらおうって言ってで大きいところっていうのはあったんですけど、でね、今デジタル環境になったらみんな在宅になっちゃって、ここに一人なんですけどね、一人の方が気楽でいいです。好きなものっていうのもやっぱ、大事で、それがやっぱ自分の基準でものづくりのソースっていうか確認っていうか、そのために置いてるような感じですかね。コレクションしたいっていう気持ちはないんですよ。すごい好きなやつを買ってったらこうなったっていう、捨てれずに来てこうなったっていう感じで。場所って大事だなっていうか、っていうふうに思ってて、で、僕も実際サービスエリアがすごい好きで、仕事上がった後は、週間当時ですけど、一番近場のサービスエリアまでわざわざご飯食べに行って、夜中の空気が好きで、なんていうかね、基準に立ち返る場所っていうか、っていうところに僕はベストプレイスの概念を置きましたね。
でもちょっとやっぱかっこつけたかったみたいなのがあって、ちょっとアーティスティックよりっていうか、そっち方面に行きたがってた感はありますね。それは今思えば別にいいことではなかったんですけど、何かパフォーマンス決めたいっていう気持ちが常にこう邪魔してたっていうか、読者のためっていうよりはなんか自分が変わったことして楽しんでるのはちょっとありましたね。いいことではなかったです。直接はないですけど、やっぱそこから急にアンケートが下がってくると、もういらないなみたいな感じになってきちゃうので、で、そうなってくると今度、やっぱその元気のなさっていうのが、今度まとめる、漫画を終わらせる、完結させるっていうのってすごい体力いるっていうか、気力がいるっていうか、いるんですよ。で、こっちももう何を書けばいいのかみたいな感じになってきちゃうし、で、そんなまとめる元気も、もう長い週刊連載で疲れてますからね、結構。だからやっぱ打ち切りの宣告は大事なんですね。あと、これだけで終われっていうのは、もうちょい早めに行ってっていうのはありますけど。まあ、当然悔しいのもあったんですけど、でもある種ほっとしてる部分もあって、やっぱ人気落ちて、その打ち切りになるっていうのは、モチベーション的にやっぱこっちもすごいきつくって、打ち切り自体よりもやっぱ人気がなくなるっていう方がよっぽどきついので、だから打ち切りそのものには全然、半分は助かったみたいな気持ちもあって。気持ちっていろんな面があるので、全然いいもんじゃなくて、仕事としてその人気がないっていうのがもう相当もう魂削れるっていうか、それでほっとした分はあるんですけど、半分はやっぱちゃんと最後まで書けないっていう悔しさというか責任というか、ちゃんと続きと結末をね、楽しみに待っててくれる人がいたんで、そこはどうしてもいつか絶対最後まで書かなきゃとは思ってて、で、そのコンビニで売ってるリミックス本ってちっちゃい廉価版のやつあるじゃないですか。あれのお話が来た時に続き書きたいですって言って、でやっぱたっぷりそこまで休めてたので、バッチリ元気回復してですね、一気に完結させることができて、本当に良かったなって思ってます。漫画の中には居場所は感じてないです。漫画界の中でどういうポジションにいようかなとかっていうのは全然思わないですね。常に漫画からは一歩引いてるような目では見てます。最初に小田一郎にやってしまったのでもう王道無理だなっていうのも思いましたし、その時もうちょいね、なんかすごい人気あってめちゃくちゃ売れてたら、なんか漫画界の中で居場所を考えたのかもしれないですけど、これはメインストーリーには入れないなっていうのを思ったんで、その時点でそこは諦めたというか考えてないというかですね。漫画じゃなくてもアニメでもゲームでも模型でも何かかっこいい可愛いの作れたらいいなと思ってて。僕らしさはね、もう捨てようと思ってます。いらないと思ってます。意識
意識することはもうないです。その上で勝手になっちゃった分がそれらしさであるならそれでいいんじゃないかなっていうぐらいですね。現状はね、本当責任取るためだけになんとか埋めてるっていう状況で、クリエイティブできてないっていうのは確かに辛いところではあるんですよ、今予定してる次のシリーズありまして、そこが本番だと思って、そこまでになんとかちょっと、今までの分すっきりさせておこうっていうような状態なので、現状はそれができてないっていうのが辛いところですね。次にこだわりたい部分、漫画においての部分っていうのは、今まで漫画でやれてなかった、もうちょいちゃんとした感じっていうか、一応少年漫画として、一応立派なものでいようっていう意思のもと、しっかりした作品にしたいなと思ってます。なんとなくこうね、シャーマンキングってちょっと舐められてる感ね感じたりするので、そんなことねえぞって立派な作品だぞっていう風にしておきたいなって思って